子供とかが海で遊んでるのとか見ると、あ、こいつらにとって思い出に残る人生の一部になってるんだなと思っていて、第二の故郷まではいかないですけど、少なからずこう人生の一部になってほしいなっていうのはあって目指してますね。僕は今できる全力をこの地域に注ぎたいなと思ってます。米原壮太と申します。南房総在住で東京生まれなんですけど、3歳ぐらいの時に南房総に越してきて、今は白浜フラワーパークというところで海沿いのキャンプ場管理人としてやらせてもらってます。キャンプ場って全てのノウハウが詰まってる職業だと思っていて、割と手が器用な人間だったもんで、ペンキ塗ったり、それこそ大工まがいなことしたり、DIY 精神が強い方だと思ってるので、その何でも小屋作ったり柵作ったり芝植えたり、あとは接客もしたりとか、あとは企画とかホームページいじったりとか、本当何でもやりますね。だからキャンプ管理人って言うけど本当何でもやですね。施設的には60年前からやってるような、すごいもうそのまんま来ちゃったような施設なんですけど、昭和感漂うところだったんですけど、4年前ぐらいにここで働かせてもらって、そこから自分がキャンプ事業を立ち上げて、今キャンプ場として売り出してるんですけど、施設的には本当に一番最初は花摘みの観光がもう流行りだったんですね。南房総って他よりも一足早く春が来るっていうことで、冬でも花摘みができますよっていう観光プロモーションで昔売ってて、でその中の一つの施設なんですけど、花摘みと足湯と、あとは海沿いに降りて思い思いに拾ってみたりとか、ビーチコーミングしてみたりとか、そんなところだったんですけど、そこにアウトドアを組み込んだというか、アウトドアが後付けみたいな施設ですね。潰れかけのフラワーパークでしょ。でも誰も何も変えずに来てた施設なんですね。東京からある程度近いもんで、ある程度人が来るんですよ。何にもしなくても、頑張らなくても人が来てたから、頑張るとか一丸となって何かを企画して頑張るっていう力がそもそもないって感じてます、僕は。すげえもどかしいし、だから僕帰ってきた時は本当にもうなんかやってやろうみたいな、フラストレーションの塊みたいな感じで来てましたね。困りごととか聞いて、次来てもらえるようなところであったらなみたいな感じでやってたら、軌道に乗ったのかな。まだまだだと思ってます。まだまだやりたいこともあるし、ちょうど完成図の3分の1ぐらいかなって感じです今、ようやく。だからやめないし、ワクワクしてるんで。キャンプって本当にすごい、子供の頃2回ぐらいかな、親に連れてかれたことあるんですけど、その時の思い出ってやっぱすごい残ってるんですよ。だからなんか今ここにいてファミリーメインでやっぱ受け入れていて、子供とかが海で遊んでるのとか見ると、あ、こいつらにとってなんか思い出に残る人生の一部になってるんだなと思っていて、だからよりもっとなんか衝撃的に人生の一部にしてほしいし、それが南房総の自分の地元ってなってくれたらすごい嬉しいなっていうのはあって、第二の故郷まではいかないですけど、少なからず人生の一部になってほしいなっていうのはあって目指してますね。何でもあるんですよ、ある意味。海産物もあって農作物もあって、あれもあってこれもあって、ありすぎて定まんないんですよ。本当に豊かな土地で東京から近くて、これだけの時間でこれだけの自然があって、俺はすごい豊かなところだなと思うんです。例えば砂漠しかないからね、ニンニクしか作れないとか分かりやすいじゃないですか、ストーリーが。難しいっすよね。何でもあるんですもん。それが難しいところの一つでもあるっす。これしかないっていうのが一致団結して言えない、そういった意味ではキャンプっていうフィルターで集まって、キャンプをしに来て海を眺めて、そこから南房総っていうのをなんか徐々に売り込んでいける施設であったらいいなとは思ってます。だから本当に地元のローカルしか知らないお店とかと提携して特典組んだりとか、徐々にここのリピートになってくると、自然と南房総に馴染んじゃってるみたいな感じであればいいなと思ってます。キャンプのお客さんにもよくおすすめしますし、子供と釣り行きたいって言ったら沖ノ島
紹介して、釣りした後に島の中散策とかもできますよとか、まあビジュアル的にもすごいいいし。いやでも今日やばいっすわ、あれがやっぱり今日やばいっすね。あれすぎ。普段はもっとねすごい透明なんですよね。子供とフラッと遊びに行くにはちょうどいいんですよね。力入れずにフラッと楽しめるなんかでも癒されるっす。なんか海もあって、無人島の中は結構樹海みたいに森があるので、なんかこう散歩してるだけですごい楽しいんですよね、個人的には。なんか異空間なロケーションです。仕事で煮詰まった時に海見ながらデスクワークする時とかに行くカフェ、5年前とかにできて、すごい気の利いた移住者と地元の人が組んで立ち上げたカフェなんですけど、カフェっていうか複合施設で、それこそ、サップって海の上をこう散歩するようなアクティビティだったり、カヤックだったり、あとマラソンだったり、今までなかった形でその地元の人たちにこういう海沿いの過ごし方をしてみませんかみたいな提案する、すごく気の利いたスペースっすね。そこにカフェがあって、僕は後々サップやりたいなと思ってずっと狙ってるんですけど、いつもデスクワークするのに最適なカフェとして使わせてもらってます。なんかそこでデスクワークしてると、なんか事務所でやるよりもなんかこう海見ながらだとやっぱりいいとこだなと思うし、すごいなんか湧いてくるっすね、いろいろ。いつもねそこのシーデイズってカフェに行って帰ると、なんか次やりたいことが明確になって帰ってくるっすね。ここぞってとこに行くんすよね。ここぞっていう時じゃないと地元のファミレスに行くんすけど、未来イメージの時は確実にシーデイズに行くっすね。ドリンクバーないけど海見ながらデスクできるって幸せだなと、思いますね。南房総っていろんな表情があるんですよ。伊豆とかもそうかもしれないですけど、例えばここだったら岩場の海が多くて、隣行くと砂浜が多くてとか、ここには流木がいっぱい落ちていて、ここにはビーチグラスがいっぱい落ちていてとか、いろんな太平洋に面したいろんな角度の海があるんで、だからいろんな表情があるっす。だからサーファーも好きじゃないですか。いろんな波の立ち方があって、どこ行ってもこういろんな波があるんで、南房総ってサーフスポットになってるんですけど、そういった意味ではなんか自分の好きな海が絶対に見つかるかなとは思います。なんか自分の楽しみ方を見つけられる人にとってはいい、ね、ゆっくりしたスペースかなとは思います。定めというか、海は好きっすよ。だしポテンシャルもすごいある地域だと思いますし、だからこそいるし逃げれないし、逃げれないからこそ全力出せるし、そうっすね。ここで逃げたら海外逃亡ぐらいしかないっすねそんぐらいでやってます。もう僕は僕にやれる、この南房総でやれるもう全力を出していきたいなと思ってます。それで何かが地域が動くんだったらそれはそれでいいと思ってますし、僕は今できる全力をこの地域に注ぎたいなと思ってます。